こんにちは。以前こんな感じの着物カーディガンを編みました。とても綺麗に出来上がったので、また今回も綺麗な着物カーディガンを作っていきます。袖はこんな感じで、この時の模様はこんな模様で、とても綺麗な模様編みです。今回はこのモモンガカーディガンのこの模様で、ちょっとややこしく見えるかもしれないんですが、一つ一つは簡単な編み方です。長編みだけと四角と長編み3つで V、 一つ一つはとても簡単な編み方です。で、ちょっと変わって可愛く出来上がります。よかったら試してみてください。で、この以前編んだモモンガカーディガンは袖が長いもので、モモンガカーディガンを少しアレンジしています。作り方を説明します。この長い方から編んでいきます。鎖をだいたい130センチから150センチ。これでだいたいお尻が隠れるぐらいか、お尻の中間ぐらい。鎖を編んで、こんな感じで編んでいきます。鎖を編んで、この向き。で、これを半分に折ったものがカーディガンの長さになります。これを2つ、同じものを2つ編んで、このそれぞれに袖を編みます。鎖を編んで、この向きに編んで、またここから袖を編んでいきます。こっちも同じ。で、これをスタートのところを合わせて半分だけ縫っていきます。前はそのままで、これを半分に折って、で、こんな感じのカーディガンにします。ここを縫って、ここを縫って、最後に細編みで一周します。こんな感じで作っていきます。で、直線で編んでいくだけなので、あまり難しくありません。同じものを2枚で、こんな感じで編んでいきます。で、まず鎖を編んでいきます。鎖の長さはお好みなんですが、私は今回130センチ、少し長めにするなら150センチか160センチとか、お好みの長さにします。ずっと長くして足元まで隠れる長さにしても暖かいと思います。糸の紹介をします。これはダイソーさんのフラッフィーのアクアブルー。材質はアクリル 100%、 35g で約107メートル。使用界隈の目安は7号。これを今回10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針、これを使って編んでいきます。この糸はこんな感じで、だいたい 2.5 ぐらい、この糸で編んでいきます。鎖編みをしていきます。鎖の長さは作りたい
身ごろの2倍の長さ。私は今回約130センチ。ただこの模様は縮むので、最初は150センチで作りました。なので作りたい長さよりも長めに編んでスタートします。で、この鎖の数は6の倍数プラス2。6の倍数プラス2であればどんな数でも大丈夫です。私は鎖152。152で約130センチ。最初は150でしばらく編んで130センチ。こんな感じになりました。で、もっと長くしても大丈夫です。お好みの長さにしてください。この時作りたい長さをイメージしにくいので、鎖をたくさん編んで、この鎖編みを肩に当ててみて、で、好きな長さを決めていきます。例えば150センチにしたい時には170センチとか長めに作っていきます。で、具体的な数ではなくて、で、好みの長さまで、数を数えないで好みの長さまで。で、次に長編みを編んでいくときに数を数えていって、で、6の倍数プラス2にします。で、鎖を長めに編んでいきます。私は150センチにしたので、長さ160とか170とか編んでいきます。私はここでは小さく編んでいきます。この鎖編みは少しゆったりと編んでいきます。必要な長さまで鎖を編んできました。1段目は長編みをしていきます。この最後の鎖がこれから編む長方形の角になります。後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。で、次は長編みの代わりの鎖3つ。ゆったりではなくて普通に鎖3つ。1、2、3。次は長編み。このマーカーの次に長編み。表でも裏でも大丈夫です。私は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに長編みをしていきます。次もこのまま好みの長さになるまで長編みを続けます。そしてその長編みの数を6の倍数プラス2にします。この鎖3つは長編み1つの代わりなので、1、2、3、4、5と数えていきます。ここから6の倍数プラス2で、そこまで編んでいきます。作りたい長さまで長編みをしてきました。まだ鎖は残っているんですが、この長編みが6の倍数プラス2になったら、ここで1段目をストップして2段目を編んでいきます。この長編みの数は、ここが1、2、3、4と数えていって、6の倍数プラス2で2段目を編んでいきます。余分な鎖は後でほどいておきます。鎖3つ。1、2、3。裏返します。足元1つ飛ばして2つ目に長編みで V を作っていきます。この部分。で、鎖の根元はここの次から数えます。
ここが1つ目、2つ目、2つ目に長編み、鎖、同じところに長編み、これで V ができました。また V を作っていきます。次からは足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に V。ここでは1つ飛ばして次からは2つ。1、2、3。次また足元2つ飛ばして3つ目。1段目の端まで来ました。また足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に長編み。この鎖3つの3つ目。マーカーの次から数えます。1、2、3。これで2段目が終わりました。次は3段目。また鎖3つ裏返して、今度はこの長編み3つ V の中に針を入れて長編み、こここれを繰り返していきます。で、端まで編んでいきます。端まで編んできました。また下の鎖の下から3つ目。ここに長編み1つ。次はこの四角。鎖3つ。1、2、3。隣に長編み1つ。下の長編みを見ると、この1つ目の長編み。で、鎖1つ。次は足元1つ飛ばして2つ目。この3つの端、3つ目。次また同じ。こことここ。長編み、鎖、長編み。1つ目と3つ目。また同じ。端まで来ました。長編みの次に鎖、足元
1つ飛ばして2つ目、最後は鎖。1、2、3。これで4段目が終わりました。次はこの長編みだけ、鎖1、2、3で、長編みの上に長編み、次は鎖、ここに長編みをします。でまた長編みの上、でまた鎖。入れにくい時にはこのまま四角の中に針を入れても大丈夫です。私は鎖の中に長編みをしていきます。このまま端まで長編みを続けます。端まで来ました。最後は下の鎖の1、2、3、最後の長編み。でこの長編みだけのところから始まっています。1、2、3、4。この4段を繰り返していくだけです。なので、この長編みだけの段の次は V。鎖3つ。裏返して、足元1つ飛ばして2つ目に V。これで模様のラインが揃っています。で、また、これを繰り返してしばらく編んでいきます。で、長編みだけの段で始まって、最後も長編みだけ。で、お好みの長さまで編んでいきます。でこのまましばらく編んでいくんですが、これが1枚目。もう1枚同じものを編みます。2枚目をスタートするときには、後で背中を縫うときに使いたいので、最初に少し長めに糸を残しておきます。その長さは後でどれぐらい使ったかを書いておきます。17段編んできました。最後は長編みだけの段になっています。長さは約26センチ。同じものを2枚作りました。今表の状態で、ここが最初に編んだ鎖。こういう方向に編んできました。こっちはここが最初に編んだ鎖。この向きに編んできました。こことここを縫っていくと背中になります。その前に袖を作ります。こっちで見ると、ここがこの部分。これから袖を作っていきます。この帯状に編んだ真ん中にマーカーをつけて、この幅で
袖を作っていきます。この長さは約40センチ。2つによって見てみるとこんな幅になります。これで約20センチ。これはお好みによってもう少し長くしても大丈夫です。マーカーをつける位置は下の部位を見ていきます。この部位の長編み、この延長線上、ここ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 、この隣、こっちは裾になっています。この延長線上の長編みの裾の方にマーカーをつけます。この長編みの隣、こっちは肩で、こっちが裾の方にマーカーをつけました。もう片方も見ていきます。この部位の長編みの延長線上、この裾の方、延長線上の長編みの隣、この裾の方にマーカーをつけました。でこれでマーカーがつきました。で今表が上になっています。で今まで表裏表裏と編んできたので、次は裏から、今表の状態ですが、これを裏返します。でマーカーのところから編んでいきます。編みやすいように結び目を作っておきます。でマーカー、ここから鎖を3つ、1、2、3、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖、長編みで V、 今までと同じです。次足元2つ飛ばして V、 下と V が揃っています。でまた下と幅が違うだけで全く同じです。これでこのマーカーのところまで編んでいきます。マーカーの手前まで来ました。 V の次には1つ飛ばしてマーカーのところに長編み1つ、で次はこの長編み3つ、鎖3つ、裏返します。 V に長編み3つ、今までと同じです。このまま全部3つ編んで端まで編んだら、次はこの四角、鎖3つと長編み、鎖長編み2つと編んでいきます。でこれを繰り返していきます。で作りたい袖の長さまで。で最後はこの V にします。で V を編んだ後に最後に少しだけ飾りをつけます。それも含めて考えます。しばらく編んでいきます。袖を
21段編んできました。最後は V になっています。長さは約34センチで、糸は切らずに休めています。で、この編み始めたところから測ると約68センチで、これは実際に肩にかけてみてちょうどいい長さにします。で、これにあと少しだけ飾りをつけます。それも含めて好みの長さにします。ちょっと長めでも可愛いと思います。で、好みの長さになったら、次は背中を縫い合わせます。表を上にして2つに折りました。こっちで見ると、こう編んできたものを2つに折っています。ここが肩で袖、これからここを縫っていって背中にします。裾からと首のところまで。で、この部分は私は2つに折って少し下がったところ、約3センチで同じ位置にマーカーをつけます。で、裾から縫っていきます。2枚目を編み始めた時の長い糸端を使って縫っていきます。編み始めた鎖と編み始めた鎖を合わせて縫い合わせていきます。で、端は2回針を通してしっかりとさせます。で、こっちがここから糸が出ているので、こっちもこのマーカーのついていたところ、こっちから針を入れます。で、ここは後で細編みで一周するので、大体で合わせても大丈夫です。で、今こちら側から糸が出ているので、向こう側、こっちの鎖のここ2つの間、ここに針を入れて合わせていきます。こっちはこんな感じ。こんな感じで縫い合わせていきます。これが端、隣、
んな感じで縫い合わせていきます。ずれやすいので、この模様を目安にしてずれないように縫い合わせていきます。マーカーのところまで縫ってきました。最後はしっかりとさせたいので2回針を通します。で、裏で隠します。これで背中がつながりました。次は脇の部分を縫っていきます。で、こっちで見るとこの部分、まずここからスタートします。次はサイドを縫っていきます。ここが裾で、サイド、脇の下で袖、袖口、ここまで続けて縫っていきます。背中の中心を縫った時と同じです。表を外側にして合わせて、で端は2回で、ここの鎖は下から3つ目、1、2、3、でここから一つ一つ合わせていきます。さっきと同じように縫って、でここが脇の下で、ここからは少し縫い方が変わってくるので、とりあえずここまで縫っていきます。脇の下まで縫ってきました。この長編みと V の間が角になります。こっちも長編みと V の間、ここを2回針を通してでしっかりとさせます。これで脇の下がつながりました。ここからは袖で、同じ模様同士を揃えていきます。まずこの V のところ、こっちも V のところ、こことここだいたい2回ぐらい針を通して合わせていきます。次はこの長編み3つのところ、こっちも次はこの四角のところ、
同じ模様同士を揃えて縫っていきます。これで端まで縫っていきます。袖の端まで縫ってきました。最後はこの最後の糸の出ているすぐ下と、こっちは鎖の下から3つ目、隠れて見にくいと思うんですが、3つ目はこの長編みのすぐ隣、ここに針を入れて、であとは裏で隠します。これを両方縫っていきます。次は袖に縁飾りを作っていきます。こんな模様で作っていきます。まず細編み、長編み4つ、細編み、長編み4つと編んでいきます。まずこの V の中に細編み1つ、今ここから糸が出ているので、このまま V の中、引き抜いて、これで V の中から糸が出ました。鎖1つ、細編み、マーカーをつけておきます。次の V、 ここには長編み4つ、間に鎖、また長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、これで長編み4つ、間には鎖、次また V に細編み、これを繰り返していきます。細編みと長編み4つで細編み、次また長編み4つ、でこんな感じで、細編みの次は鎖ではなくてすぐ長編み、長編み鎖、長編み鎖、長編み鎖、長編みで、次の V に細編みで、また長編み4つ、でこれを繰り返して1周します。1周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次は2周目、2周目は細編みを編んでいきます。今糸が出ているところの根元には編まないで、すぐ長編みの上、細編みをします。ここではなくてここでマーカー、次はこの鎖の下のスリット、ここに細編み、
次は長編みの上、次は真ん中のスリット、ここには細編みを2つ、次はこの長編みの上、次またスリット、長編みの上、細編みをそれぞれ1つずつ、真ん中だけ細編みを2つ、次は細編み、この細編みの上に引き抜き編み、次またここと同じ、この長編みの上に1つ細編み、スリットに1つ、長編みに1つ、真ん中のスリットは2つで、長編みの上に1つ、スリットで長編みの上と編んでいきます。まず長編みの上、スリット、長編み、真ん中のスリットは2つで、長編み、細編みには引き抜き編みで、また同じ、で細編みには引き抜き編み、これで1周します。縁飾りの2周目を編んできました。最後は長めに糸を切って針で隠します。最初の細編みに手前から向こうで、これが最後の細編み、最後の細編みの上から下の細編みも通って、これでつながりました。で、あとは裏で隠します。で、両方とも同じように作ります。最後に全体の縁を編んでいきます。どこから始めても大丈夫なんですが、私は脇の合わせ目のところ、ここには長編みがあります。それぞれに2つずつ細編みを編んでいきます。で、ここぐらいから始めていこうかと思います。糸を出して鎖1つ、細編みを編んでいきます。根元に細編みで、次も細編み、このまま角まで編んでいきます。裾を編んで角まで来ました。この長編みにも
細編み2つ、端の鎖、ここには細編み2つ、1、2、これが1つ目。1つ目にマーカーをつけておきます。同じ鎖に細編みをもう1つ、これで角になります。次からは1つの長編みに1つずつ、この糸端があったら編みくるんでいきます。このまま背中の中央を縫い合わせたところ、ここまでずっと細編みをしていきます。ここまでずっと編んでいきます。背中の縫い合わせたところまで来ました。ここでは少し数を減らしてなだらかな形にします。で、今足元を見ると、この縫い合わせた長編みを含めて1、2、3、まずこの2つを1つにします。次はここ、こことここ、こことここを1つにします。で、こっちもこの2つを1つにします。3回数を減らします。で、細編みの途中まで糸を出して、次も糸を出して、これを一度に引き抜きます。これで2つが1つになりました。次も同じ、こことここ、細編みの途中、この縫い合わせた長編みのところ、引き抜いて2つが1つになりました。次もこことここ、これで少しなだらかになりました。次からはさっきと同じ、ずっと1つに1つずつ、でこのまま裾まで編んでいきます。裾の角の部分まで編んでいきます。角まで来ました。最後は鎖の下から3つ目、ここに細編みを2つ、まず1つ目、次は2つ目、同じところに2つ目で、この2つ目にマーカーをつけておきます。で、次からはまた長編み1つに2つ編んでいきます。で、このまま裾をずっと編んでいって、最初の細編み、ここに引き抜いて鎖1つ、もう一周細編みを編んでいきます。で、この裾の角、マーカーのついたところでは細編み3つで、1つに1つずつ、背中のこの数を減らしたところ、ここも1つに1つずつ
全部一つに一つずつ、角のマーカーのついたところだけと3つ、ここに3つでぐるっと編んでいきます。で最初のところまで戻ってきます。裾から2周目をスタートして、角では細編み3つで、襟の首のところ、ここはそれぞれに細編み1つずつで、また反対側、ここでも角に細編み3つで、裾を編んできてスタートしたところまで来ました。これが最後の細編み、これが最初の細編み、最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み、その隣に針を入れます。これが1つ目、2つ目、2つ目の手前から向こうで、これが最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れます。で下にここにも細編みがあるので、ここも通ります。で後ろに出して、で今渡した糸が一つに見えます。で大きさを揃えたら、あとは裏で隠します。でこれで出来上がりました。これで出来上がりました。袖は少し長めにしました。こんな感じよりも少し長い方が可愛いと思います。で前回同じような形で編んだんですが、その時には別に鎖編みをしてここに通しました。でこれは好き好きがあると思うので、もしよかったら作りたい人は作ってみてください。この時は先端に細編みをしています。で襟はシンプルにこんな感じで、サイズを測りました。上から下まで66センチ、横幅は56センチ、袖も含めて測ると130センチで、襟から65センチで、37センチ、20センチ、使った糸は260グラム。この玉の数でいうと8玉で、こんな感じになりました。で最後までご視聴ありがとうございました。